紙フィルターなんてどれを使っても同じだと思ってませんか？実はその選択、あなたのコーヒーの味を大きく壊しています。はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、トヨです。本日はハンドドリップの紙フィルターについてお話ししていきたいと思います。紙フィルターって何を使っても同じなんじゃないのって思っているそこのあなた。紙フィルターでコーヒーの味が大きく変わっているかもしれません。本日はよりコーヒーを美味しくするために紙フィルターにもこだわっていきたいと思います。はい、まずは紙フィルターの種類についてお話ししていきます。一口に紙フィルターといっても、こういった円錐型の紙フィルターや、こういった台型の紙フィルターがあります。こちらは使うドリッパーによって使い分けていきます。こういった台型の紙フィルターはカリタというドリッパーなんですけども、このドリッパーの下の部分が3つ穴が開いて平らになっているもので使っていきます。普段僕が使っているような V60 には合わないので、必ずドリッパーに合った紙フィルターを準備してください。本日なんですけども、V60 系のこういう円錐型のドリッパーについてのお話をしていきますので、こちらはまずこちらに置きましょう。で、V60 のこの円錐型の紙フィルターも、まずサイズの違い、ドリッパーの大きさによってサイズを使い分けていきます。01と02、そして03という3つのサイズがあります。はい、使っているドリッパーに合わせてサイズを選んでください。一般的には02がいろんなところで使われていると思います。で、さらに違うのはこちらですね。色が違うものがあります。白いものが漂白されたもので、茶色いのが漂白されてない無漂白のものとなります。で、本日はハリオの V60 以外のこういった同じ V60 の紳士式ハリオスイッチですねにも使えますし、こういったハリオ以外の円錐型のドリッパーでも使えますので、たまに合わないものはありますけども、基本的には使えると思います。はい、それでは紙フィルターがコーヒーの味にどんな影響があるのかというのを一つ一つ説明していきたいと思います。まずは形が違うドリッパーを使った場合、どのような味の変化が予測されるか。まずこちらの台型を円錐形のドリッパーに取り付けようとすると、こんな形でちょっと浮いてしまうんですよね。浮いてしまうとどうなるか。まず不安定なので、コーヒーの粉がこぼれてしまうかもしれない。コーヒーの粉がこぼれたら、コーヒーの粉が下に行って、コーヒーの粉を飲んでしまう。口当たりが悪くなりますね。で、もう一つは、透過。コーヒーが下に行くのが早くなってしまいます。早くなってしまったら、しっかりと味が出せていないので、薄くなって物足りなく感じます。で、こういったカリタの台形のドリッパーに円錐形のドリッパーを使っても同じようなことが言えます。ぴったりとくっついていないので、ドリッパーと紙フィルターの隙間がより多く空いてます。なので、流れが速くなってしまって味が薄くなります。それと、こっちがペタッとくっついて向こうにたくさん空いている場合、片側はなかなか流れない。片側は流れが速い。片方は粉の中でよく出るところとよく出ない場所が出てきてしまって、抽出が均一じゃない状態になるので、こちらも味の影響になります。なので、ドリッパーに合った紙フィルターを選んでください。続いて、サイズなんですけども、ハリオさんの場合は必ず01や02というふうに記載があるので、そちらに合った紙フィルターを使ってください。例えばこのサイズであれば01なので、01の紙フィルターを使うと、紙フィルターの方がちょっと気持ち出るぐらいがちょうどいいです。円錐型であれば、透過式、紳士式限らずに同じ紙フィルターが使えます。で、こっちが02って書いてなかったですけども、02です。はい。で、ハリオのスイッチにも取り付けることができます。しかし、01をつけると、ドリッパーの縁よりも少し下回ります。下回った場合、仮に
注ぎ出る時にお湯が紙フィルターよりも上に行ってしまうと、コーヒーの粉や油分がコーヒーの下の方に行ってしまうので、コーヒーの粉を飲んでしまったら口当たりが悪くなりますよね。なので、きちんと02タイプのサイズのあった紙フィルターを使用するようにしてください。そこで、じゃあ、大は小を兼ねる。一番大きいものを買って全部にそれを使えばいいじゃないかと思う方はもしかしたらいるかもしれません。こんな感じですね。明らかにめちゃめちゃ出てます。で、こうすると何が起きるかというと、まずコストが高いっていうのはもちろんそうなんですけども、それ以外により高い位置からお湯を注ぐことになります。なので、攪拌がより多くなったりとか、水の勢いが強くて飛び散る可能性があるので、あまりおすすめはできないですね。特に01タイプに03を入れると遠いですよね。お湯が届くまで遠いですし、で、実際にあまり遠いとお湯が流れる間に温度が下がりますので、温度が低いとコーヒーの味が出にくくなるので、味が薄くなりやすいので、そこのところも味の影響になると思います。最後に、こちらの色の違いですね。こちらの色の違いはどんな違いがあるかというと、漂白されているものと漂白されてないもの。漂白されてない方は、どちらかというと紙の匂いが出やすいです。なので、その紙の味がコーヒーと一緒に下に落ちてしまって、コーヒーに紙の味が入ってしまいます。なので、この色の違いが一番コーヒーの味に影響すると思います。本日は3種類の紙フィルターを用意したので、どんな味が出てくるのかっていうのをこれから検証していきたいと思います。はい。それではこれから検証に入っていくんですけども、まずは紙フィルターの紹介をしていきます。本日3つ3箇所で購入した紙フィルターをご用意しています。まずはですね、100均のダイソーさんの紙フィルター。02タイプの無漂白の分ですね。メイドインジャパン、日本製って書いてますね。円錐形ドリッパー専用コーヒーフィルター。開きやすい耳付きって書いてます。続いてはニトリで購入した円錐形ペーパーフィルターですね。こちらも円錐形で、こちらも日本製って書いてますね。こちらも耳がついて取り付けやすいというふうに記載があります。そして最後にハリオ V60。こちらは先ほどの2つと違って漂白されているものです。メイドインジャパンって書いてますね。こちらはカルディで売ってました。なのでコーヒー器具を買い揃えた時に一緒に紙フィルターを買った。しかし紙フィルターがなくなった時にどこで買えばいいかわからないっていう人はダイソーでもニトリでもカルディでも売ってますし、他にもホームセンターやスーパーなんかでも売られていると思うので結構どこでも買えます。ただ本日の動画を見終わってからどこで買うかを決めていただくと嬉しく思います。本日の検証なんですけども、ペーパーリンスをしてそのお湯に味があるかどうかっていうのを確認していきたいと思います。なぜかというと、僕みたいなコーヒーにこだわりが強い人は、ペーパーリンス、湯通しをしてからコーヒーを入れている方がいると思います。ただ、一般的というか、皆さん全員がそれをしているかというと、そうではないと思います。では、もし湯通しをしてない人は、この湯通しをした時のお湯の味がコーヒーに混ざっているということになります。なので、湯通しをしたお湯の香りであったりとか味が、もし紙の味が強ければ、その紙の味はあなたのコーヒーの中に入っていることになります。なので、本日は3メーカーの紙フィルターを湯通しをして、その味について検証していきたいと思います。で、検証の方法としては、こちらのハリオのスイッチで確認していきたいと思います。では、まずはダイソーのものをやっていきたいと思います。はい。まず見た目ですね。結構茶色ですね。そのままだったらそんなに匂いはないように思います。ではね、装着していきたいと思います。お湯の温度は92度で設定してます。どうなるでしょうか。はい、お湯ができましたので、条件を揃えるためにお湯の量も統一
分させていきたいと思います。はい。色はね、ちょっと黄ばんでいるかなって感じですね。同じ条件で紙フィルターがないやつを、色はあんまり変わらないですね。味は違いがあります。飲んだ後のふわっと香るものがありますね。ちょっと冷めてくるとなんか嫌な味というか、紙の味って言われてもわかんないと思うんですけども、とにかく味は違います。だからこの味がコーヒーに混ざってしまっているので、少なからず影響はあります。次にニトリさんの紙フィルターを検証していきたいと思います。こっちの方が匂いきついかもしれん。はい。まずは見た目。見た目はあんまりわかんないですね。ダイソーよりも若干匂いがきつめかなというようなイメージ。ちょっと冷ましてみましょう。どちらにしろ、この2つは味は違います。なので、紙フィルターを使ったら、紙フィルターの味がコーヒーに落ちていくというのがわかると思います。では最後に、ハリオの漂白された紙フィルターを使って試飲をしていきたいと思います。やはり無漂白よりも漂白されているやつの方が味の変化が少ないですね。はい、それではまとめにいきたいと思います。本日は様々な紙フィルターを検証してみました。そこで分かったのが、紙フィルターによって湯通しをしたお湯に味があるということが分かりました。なので、そのお湯の味が直接コーヒーの味につながるので、紙フィルターによってはコーヒーの味に大きく影響することが分かりました。紙フィルターはどこで買えるのかっていう話なんですけども、どこでも買えますと。ただ、僕が目にしたダイソーさんとニトリでは無漂白のものしかなかったので、味にとても影響します。そしてこの無漂白にはリグニンという木材由来の成分が残っています。で、これが溶け出してコーヒーの味にとても大きな影響を与えるということです。一方、漂白された紙フィルターなんですけども、一般的には漂白されたやつは環境に悪いのではないかというふうに思われがちなんですけども、今作られている漂白された紙フィルターのほぼ全てと言ってもいいとは思うんですけども、酸素漂白されています。塩素漂白と違い、有害物質を出さずに水と酸素に分解されるので、環境にとても優しい漂白方法をしているので、安心して使えると思います。で、そこで、じゃあ今ある無漂白の色付きの紙フィルターは全て捨てないといけないのかと思ったらそうではないです。湯通しをすることによって紙の香りっていうのはほとんど落ちることができるので、それで使うこともできます。なのでコーヒーの味に影響させたくないのであれば、ペーパーリンス、湯通しですね、をきちんとすることによってコーヒーへの味が最小限に抑えることができます。ただ、毎回湯通しするのがとても大変、とてもめんどくさいという方は、漂白された紙フィルターを使っていただけるといいと思います。ハリオさんの紙フィルターは、ダイソーに比べると高い場合がほとんどです。なので、コスパ重視でダイソーを選ぶものを一つの選択肢だと思います。ただ、このロイヤルブルーコーヒーチャンネルでは、選択肢は漂白された紙フィルターを使っていただいた方がコーヒーの味がより一層美味しくなれると信じております。本日の内容は以上です。これからもあなたにとっての美味しいコーヒーが見つかりますように祈っております。では次回の動画でお会いしましょう。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。